皆様こんにちは。今日の日本酒のお話は、お酒の一番根本的な麹のお話と、その麹以前のお話をしたいというふうに思います。麹というものがいかに重要であるかということは以前にも少しお話をしたと思いますけれども、お酒を作るときには甘みが必要です。甘みのないものからお酒はできないということは以前お話をしたと思うんですね。で、甘みがあればお酒を作れますから、ワインなどの場合はブドウから直接お酒、ワインを作ることができますけれども、お米とか大麦を使って作る日本酒とかビールというのは、そのままの状態ではお酒にならないので、必ずお米や大麦の中にあるでんぷんを甘い味に変えなければいけない。それをするのに、私たち日本酒の場合は麹菌を使っているということでした。その麹菌というものは実は酵素を出していて、その酵素がでんぷんを小さな塊であるブドウ糖にまで分解してくれるので、お酒を作る酵母と呼ばれる微生物がその甘みを食べてお酒作りができるという、そういう段取りだったというふうに記憶していただいていると思います。じゃあその麹菌を使ってその酵素を利用するという方法はいつぐらいからやられていたかというと、1300年ぐらい前から行われていたというふうに言われているんですね。で、記録が残っていまして、713年のことです。この播磨の国不時と呼ばれている書き物の中に、こういう記述があります。狼の身枯れに濡れてカビ生き、すなわちこれを醸さしめて庭木を立て祭りて宴式という記述があるんですね。これ平たく言うと、神様に備えていた、ご飯に壁が生えたので、これを使ってお酒を作って、庭木を立て祀って宴会しましたよという、そういう記述があるということから、その頃すでに8世紀の初頭にはお酒作りにカビが用いられていたということが分かっているわけです。で、これはその当時書かれていたぐらいですから、実際に使われていたのはもっともっと前の話だというふうに考えられますよね。で、そう考えると、もっともっと前からカビを使ってのお酒作りっていうのは行われてきたということが考えられるんですが、同時にそのカビの効用を知らない人たちも当然いたわけで、その人たちはどうやって作っていたか、もしくは麹菌を使うということが分かり出す前の時代ももちろんあるわけですから、その時代にはどうやって作っていたかというと、私たちは口でお米を噛んでいました。お米であったり、もしくは他の穀物などを噛んでいると、あまりにも長く噛んでいると、さすがのその中にあるでんぷんも甘くなってくるわけですね。もちろん、炊いていたり、蒸していたり、加熱をしていると甘くなりやすいですけれども、生米を噛んだりすると非常に大変な時間がかかります。90回から100回ぐらい噛まないといけない。でもずっと噛んでいるとさすがの生米も甘くなってくる。その甘くなったものを飲み込まずに吐き出しておけばお酒になるんじゃないかというふうに思った人がいたんでしょうね。で、一人でやってると大変なので、みんなを寄せ集めてですね、みんなに協力をしてもらって、みんなでくちゃくちゃ噛んだものを一つにまとめて、それを3日ほど置いといて、うっすらとアルコールが中に入ったものをみんな飲んで、で、酔っ払って楽しんでいたというふうに考えられているわけです。これが最も原初的なお酒の作り方である口噛の酒と呼ばれている方法なんですね。で、この口噛の酒というのは口で噛みますから大変な労力を要するわけで、あまりにも噛みすぎて仕事が終わった時にはですね、もう本当にここが痛いと。で、それでここをこめかみというようになったというふうに言われているわけです。で、そのこめかみが痛くならないようにするためには麹を使えば良いということが分かり出してから、これはいいということで、麹を使ってのお酒作りが発達してきたわけですね。でもこれは日本とかアジアでこのようにできるわけで、ヨーロッパで例えば同じようにお米を噛んで作る、もしくは麹を使って作るという文化がなぜ発生しなかったのかというと、欧米の気候風土ではカビが生えにくいわけですね。噛んで作ってたかもわかりませんけれども、カビは使っている形跡がないんです、ヨーロッパは。ヨーロッパはまた別の方法で穀物からお酒を作っています。ところが日本を含むアジアというのはカビが生えやすい湿気の多い気候風土なので、カビの文化が発達してきたというわけなんですね。麹というカビというのは人間にとって良い役割を果たすので、良い菌と言われています。で、物を腐らせてしまう菌というのがまた別にもちろんありますが、それらは悪い菌と呼ばれていて、その両者の端境というのは非常に曖昧なんですけれども、私たちの役に立つのは良い菌。
私たちの役に立たない悪いものを作ってしまうような菌に関しては悪い菌というふうに呼んでいるだけで、菌の方からすれば人間がどうなこうなというのはあんまり関係ない話なんですよね。でも良い菌である麹菌を私たちはうまく昔から飼いならして私たちが楽にできる、そして私たちの役に立つようなものをどんどん作ってくれということで彼らに協力をしてもらっているということなんです。実際、麹がなければ他のいろいろな食生活に必要なものも生まれないということがありまして、これはまた別の機会にお話をしたいと思いますが、今日は甘みを作る麹菌を出す酵素、これが非常に重要で、それ以前は私たちは缶でお酒を作っていた時代があるということをお話をしました。